揚げバナナを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、揚げバナナを作っていきたいと思います。バナナに衣をつけて揚げるだけなんですけれども、今回はホットケーキミックスバージョンと、あとは薄力粉バージョンをご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにホットケーキミックスバージョンをご紹介します。材料はこちらです。バナナ、ホットケーキミックス、牛乳、卵、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずバナナなんですが、こちらをですね、今回2本分使っていきます。こちらのバナナはできるだけ完熟のものを使用してください。そうするとね、甘みもあってとても美味しい仕上がりになります。そしてあとはホットケーキミックス、牛乳、卵ですね。卵に関しましては、こちらは1/2個使っていきます。グラムで言うと 25g から 30g ぐらいを目安にしてください。それでは続いて薄力粉バージョンの材料をご紹介します。材料はこちらです。バナナ、薄力粉、お砂糖、牛乳、卵、こちらの材料で作っていきます。こちらのね、薄力粉バージョンは完熟じゃないバナナを使用していきます。もちろんね、こちらは完熟バナナを使っていただいても OK です。完熟じゃないバナナもですね、油で揚げて加熱すると甘みがアップするので美味しく召し上がっていただけます。あとですね、完熟してないバナナはバナナがとろっとせずに少しね、歯ごたえのある仕上がりになります。あと甘さも少し控えめになりますので、こちらはですね、もし甘いのがちょっと苦手な場合は完熟じゃないバナナを使っていただくといいかなと思います。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに卵をね、半分にしたいと思います。ボウルに卵を割り入れてください。そしてよく溶きほぐします。このようによく溶きほぐしたら、こちら半々に分けておきます。はい、このように分けておいてください。それではまずはじめにホットケーキミックスバージョンから作っていきます。まずね、バナナを切りましょう。皮を剥きます。そしてだいたいね、1.5 センチ幅ぐらいの斜め切りにします。こちらをね、食べやすい大きさで切っていただいて OK です。こんな感じで斜め切りにしていきましょう。だいたいこのぐらいの厚みですね。ではもう1本もね、同じように切っていきます。はい、バナナはこのように切ってください。それではね、生地を作ります。まずね、卵を入れてください。続いて牛乳です。これをよく混ぜましょう。はい、 OK です。そしたら続いてこちらにホットケーキミックスを加えます。こちらは振るわずに入れちゃって OK です。そしてよく混ぜましょう。はい、 OK です。このぐらいタラタラタラとつながって流れ落ちるぐらいの生地感になります。卵の大きさによってね、この生地の緩さが変わってくる場合がありますので、もしね、生地が緩くなった時は少しホットケーキミックスを足してみてください。逆に硬くなってしまった時は少し牛乳を足してみてください。そしたらですね、続いてこちらにバナナを入れます。そしてバナナに絡めましょう。はい、このようによく絡めば OK です。では続いて薄力粉バージョンを作ります。まずバナナの皮を剥いてください。はい、そしてこちらも斜め切りにします。もう1本もね、同じように切ってください。今回こちらのバナナはちょっと小ぶりなので、今回2本分ですが、小ぶりのバナナの場合は3本使っていただいてもいいかなと思います。バナナの準備はこれで OK です。そしたらですね、こちらも生地を作っていきます。まず卵ですね。続いて牛乳を加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、そしてよく混ざったらここにお砂糖を加えます。そしてよく混ぜます。お砂糖のね、シャリッという感じがなくなるまでしっかり混ぜてください。はい、 OK です。そうしましたら続いて薄力粉ですね。薄力粉はホットケーキミックスに比べるとダマになりやすいのでふるって加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、これで OK です。ホットケ
ケーキミックスと同じようにこのぐらいねタラタラタラっとつながって流れ落ちるぐらいの生地感になります。卵の量によってねこの生地の硬さがちょっと変わる場合があります。もしね緩い場合は少し薄力粉を足してみてください。逆にねもったりしすぎる場合は少し牛乳を加えて調整してください。そしたらこの中にバナナを入れます。そして絡めてください。薄力粉バージョンの準備はこれで OK です。では油で揚げていきます。まずフライパンの底から1センチほどの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。今回は180度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それではね適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にすぐね菜箸の先からプクプクプクっと細かい泡が出るぐらいです。そのぐらいになってれば OK です。そしたら入れていきます。このようにねスプーンですくって入れていただくといいかなと思います。では揚げていきます。やけどしないようにね注意してください。はい、これでね両面いい揚げ色がつくまで揚げていきます。あんまりね長時間揚げているとバナナの水分が外に出て油跳ねしやすくなります。さらにですね転がしすぎてもバナナの水分が外に出やすくなるので、あんまり転がさずに揚げてください。時間としてはねだいたい3分ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。油にね接している面がいい感じに色づいたら裏返します。よいしょ。低温で揚げてしまうとその分ね揚げ時間が長くなってしまいますので、180度ぐらいの高温で揚げるようにしてください。はい、そして裏返したら片面も動かさないように揚げてください。はい、今ね3分ほど揚げました。このようにねいい感じに揚げ色がついたものから取り出してください。ひっくり返すのはね1回から2回ぐらいでいいかなと思います。はい、このように美味しそうに揚がりました。表面はカリッとして中はねとろっとした仕上がりになってます。でね次揚げる時なんですが、ちょっとカスが出てるのでこちらをね必ず取り除いてから揚げてください。はい、それでは続いて薄力粉バージョンを揚げていきます。こちらも同様にねまずフライパンの底から1センチほどの油を注ぎ入れて火にかけます。そして180度ぐらいまで油を温めてください。ではこちらも適温になったので揚げていきます。同様にスプーンですくって油の中に入れてください。この時もやけどには注意しましょう。こちらもですね加えたらあまり触らずに揚げてください。こちらも同様にだいたい3分ぐらいを目安に揚げましょう。1分ぐらいして油に接している面が色づいてきたら裏返します。はい、でこのまま揚げていきます。はい、今ね3分ほど経ちました。いい感じに揚げ色がついたものから取り上げます。薄力粉バージョンはこんな感じに揚がってます。こちらもね表面がサクッとして美味しそうな仕上がりになってます。それではね残りも同じように揚げてください。こちらはですね揚げ終わった後は3分ほど油を切って召し上がってください。これで完成です。はい、これで揚げバナナの完成です。こんな感じに仕上がりました。衣はねサクサクで中がとろっとしてとても美味しい仕上がりになってます。中はねこのようにバナナがとろっとろです。そしてこちらが薄力粉バージョンです。こちらも衣がサクサクで美味しそうに仕上がってます。中身はこんな感じでね完熟バナナよりもちょっと歯ごたえのあるホクッとした感じに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではホットケーキミックスバージョンからいただきます。いただきます。美味しい。外がサックサクで中がトロットロです。そしてバナナもすごく甘いですね。ではこちら薄力粉バージョンもいただきたいと思います。いただきます。薄力粉バージョンはね完熟してないバナナを使ってるんですが、こちらもね加熱してるので甘みがアップしてすごく美味しく仕上がってます。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の揚げバナナのポイントです。まずバナナなんですが、個人的におすすめは完熟したバナナです。完熟したバナナは中がすごくとろっとして甘みもすごくあって美味しく仕上がるので、ぜひ完熟したバナナで作ってみてください。今回はね、ホットケーキミックスバージョンの方を完熟したバナナ、そして薄力粉バージョンを通常のバナナで行ったんですが、こちら逆にしていただいても大丈夫です。ちょっと歯ごたえのある仕上がりにしたい場合や、甘いのがね少し苦手な場合は普通のバナナを使っていただくといいかなと思います。そして揚げる時のポイントです。揚げる時はスプーンですくってやけどしないように油の中に入れてください。揚げる温度に関しましてはだいたい180度ぐらいのちょっと高めの温度で揚げてください。低めの温度で揚げてしまうとその分揚げ時間が長くなってしまってバナナから水分が出て油跳ねしやすくなります。時間で言うとだいたい3分ぐらいを目安に揚げてみてください。そして揚げてる最中なんですが、こちらもですね、あんまり転がしすぎると油跳ねしやすくなるので、転がすのはね1回か2回ぐらいにして揚げるようにしてください。そして最後こちら分量外ですが、上に粉糖をトッピングしてます。こちらはお好みでやってみてください。あとアレンジとして生地にシナモンパウダーなどを入れていただいても美味しいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は揚げバナナを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。